こんにちは。漫画家兼 YouTuber ボイチです。ディレクターさんこんにちは。新年に YouTube に関していろいろと良いニュースがたくさんありました。これからもいいニュースをお伝えしたいと思います。突然ですが、この T シャツ渋谷に見物に行ってジャンプグッズ売り場で買いました。とても気に入っています。ただ値段が高すぎました。びっくりするほど高かったです。以前秋葉原でオタク T シャツを8000円で買ったことがありますが、その T シャツより高くはないけど、今持っている T シャツの中では一番高いです。今日はドクターストーンアニメが放映される日です。皆さんよろしくお願いします。もうご覧になりましたよね。私たちがソニーが角川を買収するというニュースをお知らせしたことがあります。その時ソニーの角川買収のニュースをお伝えしながら、これは漫画界の漫画産業であまりにもいい意味のあるお知らせだと申し上げました。当時私が見た記事の中で、漫画に関しては漫画が安い IP なのでそのような IP を得ようとしているようだという分析があると私が申し上げました。それに関連して漫画が安いのは確かですが、漫画産業にはお金をたくさん使わなければならない。つまりソニーは多くのお金を投資しなければならない。角川を引き取った後はそうした方がいいと申し上げました。そしてクランチロールに集中しなさいともお話しました。クランチロールは漫画サービスをしてほしいと申し上げました。正確にはクランチロールはソニーグループの漫画プラットフォームにならなければならないという主張をしました。漫画サービスをすることと漫画プラットフォームになることは次元の違う問題です。漫画サービスは私が漫画家になるという意味で、漫画プラットフォームになるということは私が少年ジャンプヒット作家になるという、そこまで差があります。この差がとてつもないということを皆さんが知っておかないといけません。この2つが混ざるとプラットフォームとはいえこんがらがってプラットフォームにふさわしいビジョンを提示できなくなります。私がウェブ人をしながらプラットフォームをするという満足感を感じたら大変なことになるかもしれません。それは漫画界の災いでビジネスにも災いです。それでクランチロールがソニーの漫画プラットフォームになるべきだ。そして角川を供給者として活用しなければならないと言いましたよね。それで漫画のプラットフォームになって世界の漫画界を作る仕事をしてほしい、こんな話をしました。どうせなら少年ジャンプに勝つというビジョンを提示してほしいというお話もしました。いつも主張していますが、ビジョンはどうすればいいですか？ビジョンは大きく、ビジョンは壮大に。 IT マインドのホラを吹かなければならない。 IT 的なホラ吹きはなんだ、投資さえたくさん受ければ実現できる。つまりこのビジョンが実現しなかった理由は投資が十分でなかったからだということです。これが IT 的なビジョン提示です。ソニー、角川、クランチロールなら5年以内にジャンプに勝つというビジョンを提示しながら投資をお願いしていると言えますね。実際に簡単ではありません。私もジャンプの一員なので簡単にジャンプに勝てるように私も黙ってはいないでしょう。しかしそのようなビジョンを提示して競争することは角川、クランチロール、ソニーにとってもいいことだし、世界の漫画界にとっても良いことですが、ジャンプにとっては素晴らしいことです。ジャンプが最高に成長するためには、ジャンプが革新をするためには恐ろしいライバルがいるのが一番良いです。ライバルが脅威を与えるのが一番いいです。これが私たちの漫画界の世界に活気を吹き込むことなのです。なので私はクランチロールに何かをしてほしい。そしてソニーが角川から漫画の IP 供給を受けるために、当時はこれを進めそうにない。まだその分析はないが何かがありそうだ。誰か分析してほしい。私がそういう話をしました。ところで数日前にこのような記事を見て、あ、びっくりしました。一応
先に申し上げるのは、ソニーが角川買収をしないようです。6000億円をかけて買収するという記事が出ましたが、500億円を角川に使って筆頭株主になったらしいです。この内容は確かではありません。とにかくソニーに買収されていないようです。しかし緊密な関係を築くことができたようです。そんな知らせ以後、最近出たニュースなんですが、クランチロールから漫画サービスをすると発表したというニュースがありました。この記事を読んでみます。クランチロールが既存会員のためのプレミアム機能で新しい漫画アプリの発売も発表した。同社はこれまで漫画サービスを展開したことがあるが、クランチロール漫画アプリは今年後半にアメリカとカナダで発売される予定であり、さまざまな主要出版社の作品を一つのプラットフォームで提供する計画があるという。私が去年こうしたらいいと言ったんですけど、一応記事をもう一つ読んでみます。またクランチロールは全ての人に全てを提供するのではなく、アニメーションファンに全てを提供することを目標に、クランチロールのアプリはアニメ、ゲーム、商品、音楽ストリーミングサービスを網羅している。また日本の漫画を読む新しいアプリを発表し、提供するサービスの理想の新しいサービスはプレミアムアドオンで加入者に提供する予定であるとのことです。記事をもう一つ見ると、この記事では1月7日にサービスを開始したそうです。私が前の映像の中でソニーの角川買収とニュースと私たちがクランチロールに注目する動画を撮ったのは12月です。ところで1月7日に発表したそうなので、私たちの方が早いです。とにかく次の関連記事も読んでみます。1月7日に行われた IT 博覧会 CES2025 におけるソニーグループの基礎講演の中で、クランチロールが海外用に漫画アプリをリリースする予定であり、このような新しいサービスでは多くの出版社がコンテンツの翻訳配信も行っており、角川を含む IT 開発者、出版社との連携強化も示唆された、そういう話です。私が 100% 当たらなかったんですが、少し当たりました。皆さんが私たちの動画を見てクランチロールに注目した方は、ソニーの発表より先に世の中を読まれたのです。誇らしいですね。このニュースに私たちはとても驚きました。皆さんに早くお伝えしたかったんです。私が以前にも申し上げたように、角川買収に先立ってソニーが漫画と関わることをクランチロールと何か構想しているようだ。こういう構想をしていなかったらソニーがやってほしいと申し上げました。1月7日にこれを発表したということは、私たちがその動画を撮っていた時点で発表をまだしていないだけで、すでに進行していたということです。ソニーはビジョンがあったということです。単純に安価な IP を供給してもらうためのそういうビジョンではなかったということです。実は私はこのように漫画の未来を予測したことが何度もあります。 Webtoon の未来を予測したことがあったんですが、正確には韓国漫画のデジタル未来を予測したものでした。どんな内容だったかというと、2004年に Webtoon が誕生したんですが、2014年までは基本的に Webtoon は無料でした。事実上無料サービスでした。無料っていうのが特徴だったんですけど、私は有料であるべきだと主張しました。有料になったら巨大な市場成長と海外進出が可能である。日本で活動していた韓国の漫画家のほとんどが韓国に帰って有料初期に必要なハイクオリティな漫画を作ってくれるだろう。それでその成長に寄与できるという主張をしました。そうやって日本で活動していた韓国の作家たちが韓国のデジタル漫画市場における有料化、最初の開拓者の役割をすることを箱舟論と呼びました。日本の漫画界が韓国の漫画界に箱舟の役割を果たしているということです。これは2014年に全部起きました。実際に大部分の日本進出韓国作家たちが韓国に帰って大きい寄与をしました。一人はレジンコミックスというところに成長するのに貢献しました。もう一人はネイバー Webtoon の有料化に貢献しました。こういう風に寄与した方々もいるし、有料市場にふさわしい漫画家を養成し、
作品を作っていくことにもとても大きく貢献しました。私がこういうことを予測しました。そして Webtoon が実際に全世界に広がっていったじゃないですか。2014年以降に有料化された後の出来事です。こうやって私の予測が当たったことがたくさんあります。ある日本の編集長は私を紹介するとき、漫画界で起きたことを全部当てる人だとご紹介したことがありました。いくつかは当たってあまり間違ってはいるが、それでもかなりよく当たる方です。それでソニーがクランチロールと関連した漫画の新しいビジネスを展開していることをとても歓迎しています。そんなことを考えたということがすごいし素敵だと思います。しかし私が関連してもう少し話をしますと、私はただ角川を買収した方が良かったと思います。ソニーで賛成と反対が当然あったと思うし、買収するつもりじゃなかったかもしれないし、それとも買収しようとしたんですが、いろいろな理由でダメだったのかもしれません。そんなに詳しいことまで私が知ることはできないでしょう。でもみんなの未来のために幾度の難関があったとしても引き受けた方が良かったと私は思います。誰かの利益ではなく、みんなの未来のために、この漫画の世界とアニメーションとこの全ての未来のために、ソニーが全量株式を買収してクランチロールと角川をつなげて壮大なビジョンを発表し、再び株式を出すのです。こういうビジョンを発表した方が良かったと思います。クランチロールを漫画プラットフォームに成長させ、角川をその中心に置いて角川の漫画コンテンツ開発に1年に1億ドルずつ使うことをソニーグループで投資します。そうしながらクランチロールと角川の株を公開したら、これはどうなるんでしょうか。1億ドルよりはるかに大きな投資が入ってくるでしょう。それではソニーが投資すると約束した1年1億ドルは使わなければならないでしょう。その次にはもっと大きな投資金が入ってくるでしょう。3億ドルくらい入ってきたと考えてみましょう。それではソニーが投資することにした1億ドルと株式で入ってきた3億ドルを合わせると4億ドルです。約600億円なんですけど、これがどれだけ大金かというと、日本の漫画市場全体の 10% のお金です。このお金を角川で使うと考えてみてください。これがどんなことを生み出すか想像してみてください。できないことがあるでしょうか。大変なことが起こるでしょう。私はこうした方がいいと思います。この業界に投資されたお金が回ればどんなことが起こるでしょうか。世界の漫画界を作り出すためにこのお金を使ったらどんなことが起こるでしょうか。それで成功すればもっと多くの投資が入ってくるでしょう。4億ドルはほんの始まりに過ぎません。株価はソニーが投資したよりもはるかに早く上昇するでしょう。私がソニーとクランチロールに申し上げたいことは、皆さんはアニメの消費者を置いてグローバルでネットフリックスと競争するしかありません。しかしグローバル漫画サービスをすることにはライバルがいません。グローバルにはネットフリックスのような漫画サービスはありません。一人で独走できます。この点が持っている価値と可能性に注目してほしいです。以前の動画で私が2019年にニューヨークでクランチロールの関係者に会って、北米に現地の漫画家が作ったオリジナル作品をサービスしてはいけませんか、こうお話したことがあると言いましたよね。その時は反応がそんなに良くなかったです。しかし今回は北米と世界の漫画界を作るというビジョンを提示してほしいです。はじめは北米および指定されたいくつかの国にクランチロールが漫画界を作ります、漫画家を養成しますとビジョンを提示してほしいです。十分にできるじゃないですか。重要なのは投資を受けなければなりません。全てのビジョンを提示することは投資を受けるためにすることです。投資を受ければ成功できるほら吹きがまさに IT のビジョンなのです。そのように漫画界を作るというビジョンを提示して投資を受けて、それを実践してほしいです。その次に私が見た記事内容が短くて正確な意中を私が把握することは難しいが、クランチロールの有料アニメ購読者に漫画のアプリを提供しているようです。
つまりアニメの視聴者に原作の漫画を提供するのです。何かおかしくないですか？普通は漫画を提供しアニメーションを提供しなければなりません。順番が変わったようではないですか？漫画を先に提供する必要があります。漫画を先に広めないといけません。それがアニメーションを成功させる戦略として使われるべきです。漫画を先に提供してアニメーションを成功させなければならない。アニメが良ければこの漫画も見てくださいというのではなく、反対の戦略にするべきだと思います。多分こういう反論があるかもしれません。漫画を見てそのせいでアニメを見るのは日本でだけだよ、世界ではアニメを見て漫画を見る、こういう反論があるかもしれません。その反論はあまりにも間違った反論です。なぜか。1番目、原作漫画を見て原作コミックスを見て映像媒体を見ることは日本だけで起こることではありません。韓国でも起きてることだし、アメリカでは当たり前のように起こることだし、ヨーロッパでも起こっています。香港でも起きたし、中国でも起こっています。世界中で起こっていることです。日本だけで起こることではありません。2番目、それでは世界でこんなことが起きる国の共通点は何か？漫画界があるじゃないですか。漫画界があるからそのことが起こるのです。世界中でアニメを見て漫画を探している人がいるとしたら、それはまだ漫画界がないからです。漫画界があれば漫画から見ていきます。この当たり前の現象が世界で起きるようにしなければなりません。つまりこれは可能性なのです。そこに市場があるのです。これをクランチロールにしてほしいです。そして私が初映像でもお話しましたが、ジャンプに勝つというビジョンを提示してください。簡単ではありません。私もジャンプの一員で、ジャンプもじっとしてはいないでしょう。しかしジャンプに勝つというビジョンを発表して勝てるように努力していただきたいです。それはジャンプにとっても私たち全員にとっても役に立つでしょう。そして漫画だけじゃなくて Webtoon もやってほしいです。 Webtoon に対するビジョンを提示してほしいです。そして株価を押し上げて投資を受けてください。クランチロール、アメリカで誕生したじゃないですか。ところでどうしてアメリカンコミックスはしないんですか？当然やらないといけないじゃないですか。アメリカで誕生したじゃないですか。アメリカンコミックスをしてください。アメリカコミックスをすると言って壮大なビジョンを提示してください。そして投資を受けてください。そのビジョンを実行するには投資が必要です。最後にソニーとクランチロールに私が言いたいことは、なぜ日本市場でやらないのですか？世界最大の市場は日本なのに、日本を除いてどうやって世界一になれますか？変ですよね。日本市場に入って振ってみてください。日本市場に新しいパラダイムを提供するのはどうですか？日本市場のための壮大なビジョンを提供してください。ネットフリックスを見ると、韓国の動画事業に提示する壮大なビジョンと、日本アニメーションとドラマ、映画事業のために提示するビジョンを見るとすごいんじゃないですか？日本の漫画と漫画産業、アニメーション産業を革新的に発展させますというビジョンを提示できるじゃないですか。なので私たちがクランチロールと関連したものを事前に予言できてとても嬉しくて、とても誇らしいし、どうせこんなことをしたらどうだろうかという私の考えを申し上げました。とにかく考えただけでもすごく面白いと思います。それではここまで。ありがとうございます。